よしこさん、おはようございます。おはようございます。今日はなかなか、いつも私こう言いますね。今日はなかなか難しいテーマですよって言って、今日もそうなんですけど、今日も。今日もそうです。もう、今日も、ねえ、今日は自信です。コンフィデンス。どうしますコンフィデンスがないとかって言われたりしたら。でも、その前に、コンうん、フィデンスって何だっていう定義からちょっと話してうん、みましょうか。うん。よしこさんにそう、とって、よしこさんにとって自信って何ですか？自信ね。うん。自分を信じるですよね。単そう、もう書こいてて、書いて字のごとく。自分はできる。できるってうん。そのことが、やることができる。自分には価値がある。自分はこれでいいのだっていう、なんていうの、自分を信じるってそういうことですか？あと、そうですね。うん、肯定するってよく、よしこさん、こよく自己肯定っていうことがあるう、んうん、ですけど、で、私いつもこれ言ってうん、るんですけど、私のコーチングの、クライアントにね、その自信をつけることは目的じゃなくて、それはその過程で自信がついていくものだから、自信がないと言って何かをやらないっていう言い訳にはならないってよく私は言ってるんですよ。うで、ん、誰でも新しいことをやるときって、自信がうん、ないんですよねって言っうん、て、うん、それは当たり前ですよね。最初から自信があるうん、方がちょっと怪しいと思うわけで、だから自信がなくても、とにかくやってみて、そこからこう学びがついてくっていうか、そこから自分の自信がこう積み上がっていくっていう、そういうことじゃないかなって私は思ってるんですけど、どうですか？その通りで、よくコーチングでも間違えちゃうかもしれないんだけど、あと上司として部下にね、自信を持ってもらおうと思って、なんか1対1ミーティングでどうやるかっていう時に、大丈夫、君はできるから、頑張れ、頑張れって、頑張って、あなたはきっとできる。じゃあその気持ちは大事だけど、その頑張れっていうようなことだけだと、やっぱり自信のつながるこうなんていうのプロセスにはなかなかつながらないから、で今日はもう少し実務的なところでね、その自信と本当におっしゃる通りで、自信をつけるっていうことが目的ではなくて、その何らかしていくことで最終的に自信がつく。そのしていく上でのね、ティッそプを、こです。そうですね、そこです。お渡で、ししよしこさんなんかいくつかおすすめの、なんていうんですかね、て。ポイント。うんうん。ね、まずはあれじゃないですか、この試練とかチャレンジうん。はもう学ぶ機会だと、自分にとってっていうマインドセットから、うん。まあ、ぜひ持ってほしいかなと思うんですよね。持ってほしいっていうか、持った方がいい。持った方がいい。うん。うん。うん。それっみんなて私、ほら、自信がないからやらないですとか、なんかそういう感じじゃない？そう、逃げちゃうんですよね、割とね。そうそうそう。もちろん、そのなんか違和感があるときもは、ちょっとこの文脈とは違うかもしれないけど、でも私今までやったことがないけども、でもこれをやることで自分の学びのチャンスだっていう、そこのマインドセットですね、最初はね。そう。それうん。ね、いわゆる、何でしたっけ、あの人、スタンフォードのドゥエイクでしたっけ、グロスマインドで、うん。よく、その子供にテスうん。トをして、テストの成績が悪かったりしたときに、うん。どういうマインドセットなのかって聞いて、そうすると次のテストの時に、そのマインドセットがどれくらいこううん。違うことによって次の成績がレベルが違うかっていうのをやった場合に、自分は、あ、テストができなくても、この次頑張ろう。あ、こういうことに気をつけたらいいんだってやると、その次のテストはその子は点数が上がってるって言うんですよ。で、うん。別の子は、あ、うん。やっぱり自分はできないな。うん。ダメだ。と思うとやっぱり次のテストもダメなの。うだからそん。このマインドセットってすごい重要だと私も思うんですね。その通りだと思います。
まあそうういうのをね、うまくこう、コーチングだったりを使っていただくのがいいかもしれないですよね。そういう時にね、こう、何が学びだったのか、そう終わった後、うまくいってないなと思う時もあるから。ん、うん、でもこれはやっぱり自信をつけていくプロセスの一つとして、まあ、自分は行動を起こすっていうそのことそのものに、あの、なんていうの、まあ、自信の最初のステップうん、ですよね。うん。だからうん、そこはやっぱり、あの、学ぶ機会っていう、そのポうん、ジティブなマインドセットでまずやってみようっていうのが一つですよね。そうですね。ね。そうです。うで、ん、二つ目は、あの、テッドトークなんかでエイミー・コーディって女性が、これ多分ハーバードの先生だと思うんですけど、こういうポーズをすると自信がつきますってありますよね。こう、ありますね。うん、パワーポーズとかって。うん、あれってどうなんですかね。うん。いいと思いますけどね、全然。あれ、だってやったことで、なんとなく、あ、自分なんかやれたじゃない。そういうポーズ。うん、うん、うん。っていうことそのものはもう自信になる可能性、自信につながるうん。と思うし、やっぱ気分良くなるっていうのはいいですよね、なんかね、そういうことで。そう。ね。ドーパミン。ドーパミンがこうガンガン出る。で、実際うん、そうらしいですよ。こうパワーポーズを取ると、うん、こういう、ふーんってね、うん、取るとドーパミンが上がって、うん、気分が高揚するらしいんですうん、ね。で、気分うん、が高揚するとやっぱりエネルギーが出てくるので、自うん、信があるように見えるっていううん、効果は絶対あると思うんですよね。うん、だから、ミーティングなんかでも、やっぱりうん、こんな風にして、うん、こうやるよりは、こうしてる方が当然いいわけで、うん、やっぱりそのポーズによっうん、て、相手にもそういうエネルギーを与えるし、自分にもそういうエネルギーが来るっていう、うん。これも一つのやり方の一つかなって私も思いますね。そう思います。なんか自分をいい気分にしてあげることをね、それがそういうポーズを取ることだったり、なんか持ち物をね、なんかすごい自分のちょっと気持ちが上がるような、まあ、ペンとか何でもいいんですけど、使うとか、ね、ありますあります。うん。うん、うん、勝負服とかね。そう勝負服でもいいし、うん。ちょっと赤いリップするとかね、私は全然いいと思うんですよね。そういうことうん。でそういうふうになれるんだったら。うん。うん。うん。でね、私もう一つね、これはね、もう絶対言いたいと思ってることがあって、それは何かっていうと、自信をつけるってことよりは、やっぱり勇気を持つってことなんですよね。うん、うん、だから、さっきよしこさんが何かやっぱりアクションを取って、そこから自信をつくこうきっかけになっていくってうん、いうことを言ってたと思うんですけど、うん、その一歩、一うん、歩踏み出してみようってうん、いう、そのうん、勇気うん、を、これもやっぱりさっき言った、これも学ぶ機会だからってうん。思ってやってもらえるといいかなと思いますね。そうなんです。そのマイクロステップうん、でいいじゃないですか。本当はここに行きたいんだけど、別にね、ちょっとずつ上がってったらうん、いいですもんね。でも本うん、当に本当に、もし小さいステップだったら、勇気はもっと持ちやすいかもしれないですね。うん、いきなりこの辺行こうってうん。思うよりは。だから、そこが失敗したら嫌だとか、失敗しうん、たからみっともないとか、そういうのってやっぱり周りからの目を意識すると、そこで萎縮してしまうから、うん人と比べないことも必要ですよね。人とは比うんべなくて、やっぱり自分の本来のうん目標っていうんですかね、それをうんしっかり持つっていうことうんも重要かなと思いますね。うん、うん。簡単に言っちゃえば、とにかくやってみてっていうね、ちょっと突き落とすじゃないけど、なんかごちゃごちゃ言って、なんか言ってるんだって時間もったいないから、もったいないっていうかね、それ本当、勇気持ってほんのちょっとのステップでうん。やって、次セッションコーチングやりましょうよみたいな。ダメこういうの。いや、でも結局は、そのうん、大きな目標を持つのは非常に重要なこうん、とで、で、そこのマイクロステッピングでやっぱり一つ一つ、小うん。さいことでもいいから一つずつこなしていく。そうでそれによっす。てその積み重ねて、その過程を得るときにやっぱり自信って自然とついてくるものなんだそう、なっていう考そう、え方で、自信がないことは普通なんだ。ね。そうですね。
そう普通なんだ。ね。普通、みんな来るから、この時が。そうん、う。で、よしかさんと私もこうやって、ライブで話しましょうって初め全然自信なかったですよね。今もないけど。とりあえずやることが大事よ、私たち、そう。今は。そう。でも、それでやっぱプロセス中ですよね。自信つけるプロセス中ね。まあ、これも学び、すべて学びそう、だと思って私たちもやってますのでね。本当です。それにお付き合い、ね、いただいている皆さんには本当に感謝ですね。ありがとう。なります。でみんな一緒もこれで、にやりましょう。そう。だから、自信。これはね、今日の一言、私はやっぱり自信というよりは勇気。そっちの方が大切です。ね。それから、素晴らしい。それからあともう一つは、これも学びの機会とうん思うマインドセット。ね。それから、ポーズもやっぱりドーパミンが出てくる。気持ちを良くする。そう。振りをしてください、振りを。そう。ふりをして気分が高揚するっていうことが、で、自信が自分に気分値が出てくるっていうこと。うん、この3点ですかね。そうですね。うん、ぜひ今日皆さん、皆さんやっていただきたいですね。ね、一緒にプロセスしていきましょう。そうです。行きましょう、皆さん。そうです。それも大切なことですね。みんなで一緒にやるっていうのもね。仲間がいるっていうのはいいことです。ねえ、うん。ありがとう、じゃあ、そう、いつも。いえいえ、私も楽しんでます。楽しむってことも大切ですよね。そプロセスを楽しむ。そうう、だ。うん。じゃあ、プロセスをちょっとまた再び来週楽しましょう。来週はそうすると、勇気を持ってやったんだけど、あちゃーって言った時に、じゃあそれからのリカバリーについて、レジリカバリー。リアンス、レリジリアンス、リカバリーをどうするかってことについて、ちょっと、カバリー。うん、じゃあ皆さんまた、よしこさんまた来週。また来週。